皆様こんにちは。今回は最近新しく発売になったトラストの水中化シフトノブについて徹底的にレビューしていきます。こちらの水中化シフトノブは2023年の10月に正式販売になったばかりで、発売後3分で完売になるぐらいめちゃくちゃ人気のシフトノブです。僕は発売開始後すぐに買えたので運よく手に入りましたが、買う時の購入情報の入力にもたついて買えなかった人がかなり多くいるので、シフトノブのレビューと合わせて売り切れる前に素早く買う方法も動画の後半でご紹介しますので、ぜひ最後まで動画を見ていただけると幸いです。ということでポチって届いたものがこちら、トラストの水中化シフトノブ。シフトノブの中にトラストカラーの花が咲いていて、花以外にはグレッティのロゴも入ってます。水中化シフトノブはだいぶ前の昭和にブームになってたそうで、当時はめっちゃ人気やったみたいですが、私平成生まれなんで当時の漢字が一切わからないので、ぜひ知ってる方いればコメントで教えてください。シフトノブ以外にはネジアダプターが3種類、シフトパターンのステッカー、この3つが箱に入ってます。このシフトパターンのシールに関してはシフトノブ自体にパターンが書いていないので、シールを見えるところに貼ってなければ車検に通らないので気をつけてください。僕の車はスイフトスポーツなんですが、付属のアダプターは使わずにそのまま取り付けができました。シフトノブ本体のネジ穴のサイズは M12 の P1.25、 アダプターも3種類ついてくるので、ほとんどのマニュアル車に取り付け可能ですね。それでは大きさの方を見ていきたいと思います。参考までにこれまでに買ったシフトノブと比較します。一番左から鈴木純正シフトノブ、モンスタースポーツ、トラストのアルミ、今回の水中化。この中だと水中化が 7.5 センチと一番高さがありますね。次に重さについて、鈴木純正が 189g、 モンスタースポーツが 64g、 トラストのアルミが 162g、 水中化が 162g なので、鈴木純正より少し軽くてトラストのアルミとほぼ同じくらいの重さ。シフトノブの重さによる違いなんですが、シフトノブが重くなるとテコの原理になってますので、軽い力でシフトチェンジができるようになります。なので変速の時に少しの力でスコッとギアチェンジできるので、運転してて気持ちいいですね。逆にモンスタースポーツのような軽いシフトノブだとちょっと力入れてシフトチェンジする感じで、重いシフトノブみたいに押し当ててるとスコッとギアが自動的に自然と入るような感じはないです。これは本当好みだと思いますが、個人的に水中化シフトノブを買う前は正直モンスタースポーツのこの軽いシフトノブが一番お気に入りで、シフトの入りも良かったのでずっと使ってたんですが、今では完全にトラストの水中化が人生で買ってよかったシフトノブ第1位です。それぐらい操作しやすくなりました。一度軽いシフトノブに交換してから純正シフトノブで運転してみると、意外と鈴木純正も運転しやすいことに気づくと思うんですが、やはり純正シフトノブぐらいの重さが一番操作しやすいのだと思います。さすがに大企業の鈴木が純正で開発してるシフトノブなので、一番操作しやすい設計になってるのだと思います。知らんけど。なので水中化は鈴木純正と比べると少し軽いですが、ほぼ純正と同じ重さで少し大きくなるので、さらに握りやすくなってます。それではサイズの話はこれぐらいにして実際に車に取り付けてみます。スイフトスポーツの純正シフトノブを初めて取り外すときはめちゃくちゃ硬いので、こういったベルトレンジと言われている近所のホームセンターで売ってる工具を使ってシフトノブを半時計回りで回すと外れるようになってます。結構思ってるより硬いので、もし純正外しされる方は頑張ってください。こんな感じでベルトレンチのゴムを巻きつけて外すだけ。ある程度すると手で回せるようになるので、手で回して取ったらあとは水中化をそのまま取り付けるだけですね。そのまま取り付けてみた感じがこちら。どうですかね。水中化シフトノブがついてる車、この令和の時代にいないのでだいぶありじゃないかなと思います。ただ正直このシフトノブの根元、これどう思います？なんか剥き出しでダサくないですか？レイルから出てるこのリバースノブに交換すれば見た目は良くなるんですが、リバースノブが1万円ぐらいします。なのでこちらの根元を隠すアクセサリーもトラストから別売りで売ってます。それがこちらですね。汎用 A と汎用 B があって、汎用 A がこちらの車種用、汎用 B が ZC33S 対応になっています。大体のスポーツカーに対応してますね。こちらの小さいパーツの素材なんですが、ホームページには書いてなかったので何の素材でできてるかわからなかったんですが、触ってみた感じ冷たいので多分アルミだと思います。それではこちらもつけてみようと思います。取り付け前と比較するとこんな感じ。これが取り付け前、取り付け後。
明らかにこのカバーがあった方が見た目はいいかなと思います。レイルのリバースノブは1万円ぐらいですが、このカバーだと1600円なので、これも買った方が見た目はスッキリします。それでは実際に握ってみてシフト操作してみたいと思います。シフトノブが縦に長いので、こんな感じに横から握り込むスタイルもいけますし、ちょうどいい大きさなので、上から握るスタイル、どちらでもいけますね。また、4速から5速にシフトチェンジするときに、この手のひら使って変速できるんですが、これが結構操作しやすくて気に入ってますね。また、素材が樹脂でできているので、アルミのシフトノブみたいに火傷するぐらい熱くならないですし、逆に冬でもそこまで冷たくならず、握っていればあったかくなるので、個人的にめちゃくちゃ気に入ってます。だいぶ昔にこちらのトラストのアルミシフトノブを買って使ってたんですが、多少の高さ調整ができて見た目が良くて使ってたんですが、やはり夏場が火傷するぐらい熱くなるのと、真冬も冷たすぎるので結局使わなくなって、今では机の上に飾ってます。シフトノブって毎日使うものですから、自分に一番合ったものを使うのが一番いいと思います。スイフトスポーツが人生初のマニュアル車で、これまでいろいろなシフトノブ買ってきましたが、今回のトラストの水中華が一番操作しやすいと思います。他の車種だと何とも言えないですが、スイスポ乗ってる方は間違いなく買って損しないと思います。今のところ水中華シフトノブはこちらの S サイズのみですが、もうすぐ M と L の大きさのものも発売されるみたいです。ただ動画の冒頭でも言いましたが、発売開始後5分で売り切れるので、今から買える可能性が上がるやり方をご紹介します。それはですね、Amazon Pay を使うことですね。Amazon Pay を簡単に説明すると、 Amazon のアカウント持ってる人でクレカの情報とかを Amazon に登録している人は、その住所情報と支払い情報を使って Amazon 以外のサイトでも Amazon アカウントを使って商品やサービスの支払いができるサービスですね。トラストのカートから支払う画面に行くと Amazon Pay でお支払いボタンがあるので、それを押すと Amazon で設定済みの支払い方法と送り先の住所が勝手に表示されるので、問題ないことを確認して注文確定ボタンを押せば、それだけで注文確定になります。今2023年なんで、ほとんどの方が Amazon の会員になってると思うので、この買い方であればボタン3回押すだけで購入完了します。なので Amazon Pay を使えば購入完了までに全部で15秒です。 Amazon Pay を使わないと送り先入力とかクレカ登録で時間かかってしまって、結局買えなかった人めちゃくちゃ多かったみたいなので、ぜひ Amazon Pay で支払うことをお勧めします。全サブスクの中で一番コスパ最強の Amazon プライム会員になってなくても、 Amazon のアカウントさえあれば Amazon Pay は利用できますので、ぜひ活用してもらえたらなと思います。ちなみに Amazon プライムの会員になると月額600円か年払いで5900円かかるんですけど、アニメ、映画、ドラマ見放題、音楽も聴き放題で本も読み放題、さらに Amazon の送料が無料になって、プライム会員限定の特別セールに参加できたり、入ってるだけで余裕で会費はペイできますね。さらにこれあまり知られてないんですが、スマホで撮影した写真データ、これまさかの無制限でクラウドにアップロードできて保存してくれるので、無駄に iPhone の iCloud を買わなくていいので、それだけでもプライム会員になる価値あると思います。僕の知り合いには全員営業かけて、みんな Amazon プライムに入ってよかったなと全員が言ってるので、ぜひ Amazon プライムを試してみてください。今なら初月無料キャンペーンやってて、概要欄にリンクを貼っておくので、そこから Amazon プライムの詳細読んでみて、30日無料で試してみてください。もし使ってみて微妙やったら、解約はボタン一つでできて、30日以内に解約すればお金は一切かからないので、ぜひ気軽に試してもらえたらなと思います。ということで、トラストの水中華シフトノブのご紹介でした。今回紹介したトラストの水中華は動画の下にある概要欄から詳細を見れるので、ぜひ予約購入してもらえたらなと思います。また、モンスタースポーツなど水中華以外のシフトノブレビュー動画もありますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって、少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルではスズキのスイフトスポーツに関する動画やカー用品、洗車グッズ、ドラレコなど車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけると大変助かります。また最近メンバーシップも始めて、メンバー限定でオフ会とかツーリングとかできたらと思うので、メンバーシップの詳細も合わせて概要欄に貼っておくので、ぜひ読んでもらえたらなと思います。ということで、また次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。